こんにちは、みーぽぽです。今日は私が26歳で、ステージ0で乳がん告知された時から34歳で末期で余命宣告され、35歳で回復期とも取れる状態なんですけど、約この9年間で一番辛かったベスト3の話をしようと思います。では、一つ目は、腫瘍が飛び出したこと。で、これは鼻先乳がんですね。この動画見てもらった方はわかるかと思うんですけど、かなり大きな腫瘍が右胸に飛び出てて、厚めは約私の人差し指の6センチ分。で、横幅が約11センチぐらい。で、縦が15センチぐらい。ひどい時はありました。そんなでっかい重いのが、あるから、出血多量で死んでもおかしくないと言われるぐらい出血してました。血が出ることはもちろん辛いんですけど、日常生活がままならないっていうのは本当に辛くて、例えば友達とお茶してても、いつも私はこうやって胸を確認して、ガーゼに血がついてないかを気にしてました。で、ちょっとでも血がついてたらトイレに行って大量の持ち歩いてるガーゼを脱ぎ出して止血するんですけど、ちょっと二分程度の時はまだ良かったんですけど、大出血してしまった時とかだったらもう一瞬で足元まで血だらけになるぐらいの勢いで出てたので、もうそうなったら1時間近くもう止血に時間もかかるし、服も血だらけになるから着替えも持ち歩かないといけない。痛いし、もう今思えばよくあんな状態で電車とか乗ってたなと思うんですけど、幸い電車で大出血はしなかったんですけど、歩いててもいつもここを気にする。どこで出血するかわからないし、いつ痛みが襲うかもわからない。でも普通に生活もしたい、歩きたい、友達とお茶もしたい、会いたいと思うから出ていくんですけど、どんどん限界は来て、歩けてた時でもやっぱ出れなくはなりました。ギリギリまでは外に出ようって頑張ってたので、その時もう本当に辛かったし、その大出血するようになってからはちょっとしたくしゃみとか、あと咳とか、あと大笑いしたりとか、あと泣いたり興奮したらそれだけで大出血なので、いつもその辺も我慢してたし、もう風邪一つひくのも怖かったです。幸いひかなかったんですけど、もう咳とかが止まらなくなったらどうしようとか、もうそういうのも気にしてたし、あと好きな服も着れない。その大きい腫瘍があった時はもうこんな服着たらこう片方だけがすごい出てるのがわかるし、とにかく重く感じても何も着たくなくなりました。最終的にはそんなでかくなる前もやっぱり海とかで水着着れなくなったのもショックだったし、あとお風呂もこうやって腫瘍が飛び出してたら、菌が入ったら良くないから、もう湯船も肩まで浸かれなかったり、もういろんな制限がたくさんあって、出血だけじゃない、痛みだけじゃないしんどさがありました。一つ目は腫瘍が飛び出したことです。じゃあ次、2つ目は寝れなかったことっていうのも、今思ったら骨転移が進んでた時なんですけど、もうどんどん全身が痛くなって、この腰で自分の上半身も下半身も支えられなくなって、もう座るのも痛い、自分で体ちょっと動かすこともできない、椅子から起き上がらすこともできない。夜ってなったらベッドに行きますよね。そしたら背中の骨が全部痛いから、もうその瞬間から泣き叫ぶ。特に痛いのがやっぱりお尻のちょっと上の骨のところで、その頃って脂肪ももう痩せててないので、特に骨が当たって痛かったと思うんですけど、そこに体重が乗るのがやっぱ支えれなくて、もう痛すぎて太ももとか足の下に布団を丸めて入れて浮かそうとするんですけど、どうやっても痛い。タオルいっぱい挟んで、そのポジション作るのに30分ぐらいかかってました。私一人ではできないから、母のパートナー2個に手伝ってもらって、なんとかそれで寝るんですけど、寝たと思ったら痛みで泣き叫んで起きる。で、その時はもうパジャマのシワ一つ自分で伸ばせなかったり、痛いからってちょっとずらすとかもできなかったので、痛かったら泣き叫ぶしかないんですよね。その声を聞いて母が来てタオルとか変えてもらうんですけど、痛い、どうにもできないので、もう痛いよって泣き叫んで、泣き叫ばない日はなかったですね。本当に辛くって、この時はもう日中とかでもその24時間1秒も身の置き場がない状態なので、その時私の介助で疲れた母が疲れたって言ってソファーにどさって身を委ねる姿とか、ベッドにバンって寝る姿を見て、すごい感謝してる人なのにそんなことできて羨ましいって言って、ちょっと
気分転換に母が車に乗せてくれてドライブした時も、道歩く人とかその人がどんな辛さあるかもしれないのにただ歩く姿見て羨ましいって涙が出てきたり、普通に生活することがもうできなくなってしまったっていうのが多分辛かったと思います。なので2つ目は、寝れなかったこと。じゃあ次、3つ目は、信じ抜くこと。今すごい辛かったって話しましたけど、変わらずあったのは、クリスチャンでもあって、その神様の癒しっていうのを信じて絶対私は癒されるって決めてたんですけど、毎日寝る前に母とかと祈って、明日こそ私の体は癒しが働いて変わる、良くなっているっていつも祈って信じて寝るのに、次の日起きたらさらに悪化してる、もしくは全然変わらないで、もうどんどん悪化する。毎日祈って毎日信じて毎日私は癒しを宣言して、必死で自分を変えて、自分の考え方が良くないのかなとか、自分と向き合ってるつもりで、しかも神様にも祈って信じてってやってるけど答えられない。この時が精神的にですけどかなりきつかったです。最後まで信じ抜く、ただ信じるじゃなくて信じ抜くことが本当に私の中で忍耐をすごい試されたなって思います。だからもう目に見えないものを信じるってすごい辛いんですけど、そこがなくなったら希望がなくなるんです、私の中では。だからやっぱそこは信じときたいけど、答えられない辛さもあるし、で私はどこまで信じたらいいのかも神様は何回も疑ったし、あんだけ祈ってあんだけ信じて言ってるのに、信じてるつもりで言ってるのに答えられない、腹立ってきたりとか、もう悔しかったりとか、けどやっぱり諦められない、やっぱり信じるしかないと思うし、信じたいとも思うし、やっぱり私は知らない、ここでがんは絶対癒されるって思う。心が何回も折れそうになった時に自分に言い聞かせてた聖書の箇所があるんですけど、私は死なない、帰っていき主の御業を語り継げようっていう、そこを夜寝れなくて痛くて泣き叫んでる時とかに、もう死にたいって思ってもないけど脳の前で出かかった言葉の代わりにそれを言うとか、そんな風にしてました。私がここで絶対生かされたらこれは誰かの希望にもなるかもしれないし、そのために私は絶対死なないっていうのを何度も言い聞かせてて、諦めないっていうことってすごい、信じ抜くことがあの時はすごく辛かったし、でも絶対諦めたくもなかった。結果こうやって本当に答えられたことは感謝ですし、この先はどうなるかなんて誰にも分かんないですけど、でも何よりこうやって今元気にその後ブログを始めたりとかいろいろして、まさか自分が YouTube するなんて思ってもなかったし、その3つ目は、忍耐の時が私の中ではすごく辛かったことでした。じゃあ最後にこんな辛い話だけど終わるのも嫌なので嬉しかったことのお話しようと思うんですけど、ちょっと考えてみてこれも3つであげようかなと思ったんですけど、反対にたくさんありすぎて、もう一番何が嬉しかったって言ったら、当たり前だと思ってたことをまたできるようになったことが何よりも嬉しかったです。ただテレビを見れるとか本を読めるとか、もう携帯を触ることも友達と喋ることとかも一時期はしんどすぎてできなかったし、こんな風に喋ることもできなくなってたので、そういうことができたりとか、当たり前のように肩までお風呂浸かれるようになったとか、本当に当たり前のことができたことが嬉しかったです。朝まで出れるようになったこともすごい幸せで、この文鳥の我が家のタレとかポンとかとも一時期は遊んであげたりなんかできなかったんですね、しんどすぎて。そういうのとかもですし、もう痛みがないこと、痛みがなく過ごせることも本当に幸せだし、当たり前だと思ってたことがまた当たり前にできたことが本当に嬉しかったです。そんな感じで今日はちょっとめっちゃ泣いてしまったんですいません。よかったです。今はこうやって元気に過ごせてます。本当に感謝です。じゃあそんな終わり方ですが、またみーぽぽでした。バイバイ。1つ目ここ止まる、泣くつもり全然なかったけど、なんか撮影どころじゃなくなった。